はいどうも、今回はこちらを利用して顕微鏡に使うリングライトを作ってみようと思います。販売されている製品としてはこんなやつですね。画面に出しておきます。買えばいいんですが、作れるなら作ってみたいということでやっていきます。ちなみにこちら、スマホ用のライトですね。こんな感じに使います。お値段220円のものですね。今300円ぐらいになってしまっていると思います。箱の中身はこれだけですね。挟めるようになっています。これのこの白いリング状の部分と中に入っている LED の基板を使います。LED 結構たくさん入ってるんですよね。まずは LED の切れがないか点灯確認してみます。こちらが入力ですね。電源は安定化電源で 3V を入れます。電源スイッチはこれですね。しっかりすべてついてますね。肉眼だと分かりやすいですけど、カメラだと少し分かりにくいかもしれないです。明るさは3段階。消灯1段階。2段階、3段階ですね。結構明るいんじゃないですかね。わかりづらいですけど。なしだとこんな感じです。点灯確認ができたので、この白いリングを外していきます。カッターの刃をこの隙間に入れて開けていきます。がっつり入りましたね。中の LED 大丈夫でしたかね。一周回りましたが外れないですね。なんとかならないですかね。この部分が開きにくいのはおそらく電源の配線がありますね。この裏側を分解します。取れました。これが LED の基板ですね。LED も無事といえば無事ですね。外れたのでこの状態で切れてないか点灯確認をしておきます。大丈夫ですね。白いカバーがない方が結構明るいですね。ということで、この LED をいただきます。こんな感じに分解できました。LED のリング基板、白いリング、電源基板、あとは外装ですね。電源基板にはサイドタイプのタクトスイッチがついているので、これだけでも得かもしれないですね。本命はこれです。取り出したリング基板を顕微鏡に取り付けるんですが、このままだと付けることができないので、ハウジングを 3D プリンターで作ります。デザインはこんな感じですね。ちなみに、レンズだとするとこんな感じにつきます。若干ここの部分邪魔ですけどね。3D プリンターで印刷したのはこちらですね。これがリンクの台座ですね。電源の箱です。蓋。その他に追加で用意したのが高圧基板。調整用のダイヤル付きの基板ですね。こちらの基板がちょっと 10A まで対応しているものなので、3V を最高にすると動かないんですね。なので、5V をこちらの基板で下げて最高で 3V が出るように調整します。
こんな感じでやっていきます。ちなみにこちらのリング。LED がこんな感じにはまるようになっています。ちょうどいいんじゃないですかね。そしてコード取り出し用の穴と固定用のネジの穴ですね。これは開けてあります。うまくいくかは謎です。まずは印刷物にあるヒゲとサポートを取っていきます。結構サポートあるんですよね。ケースに収まるか仮組みしていきます。穴の大きさがちょっとちっちゃいですね。もうほんの少しですかね。あ、入りますね。こんな感じで収まります。ケースに入ることが分かったので調整をしていきます。こちらに 5V 入力して、こちらが MAX3V が出るように調整します。それでは調整していきます。元電源をまず入れます。電源オフなんですけど 2.2V 流れてますね。調整側を MAX にしておきます。17V までいっちゃってますね。電源調整基板側でこちらが 3V になるように合わせます。4.7V が限界ですね。これこのまま使えないですね。別の方法を考えます。これ下げられると思ったんですけどね。3.3V の3端子レギュレーターがあるんですよね。これでなんとかならないですかね。とんでもねえ厚さになってます。電源はこちら 5V の AC アダプターですね。先は切り飛ばしてあります。LED に行くコードはこちらですね。これを使います。次はこちら側に LED をつけます。台座のこの部分ですね。穴を開けてあるので通します。で、通すんですが、内側がギリギリなんですよね。なので、ギリギリの部分で被膜を剥きます。とりあえず通してからですね。そして、このぐらいですね。で、基板がこうつくので、隙間が内側にないんですよね。なので、ギリギリのところを攻めます。このぐらいですね。白線はいらないので切ってしまいます。こんな感じですね。ここまで来たので一度こちら側にはめて基板の位置を確定させます。基板の取り付けは切れたら交換できるように両面テープで取り付けておきます。こんな感じで両面テープを貼りました。とりあえず3箇所ですね。
この位置ですね。若干ずれてますけどね。カバーがずれてるので、ちょうど良くなります。OK ですね。では、基板にハンダ付けをします。これでハンダ付けは OK ですね。白いリングを取り付けていきます。これも両面テープですね。両面テープは LED の間に何箇所か厚めの両面テープを貼って留めます。ただ、厚めの両面テープはこれしかないです。100均のなかなか強力なやつですね。これを少し使って貼っておきます。大丈夫ですね。しっかりくっつきました。探してみたところ、愛天堂の DC-DC 高圧モジュールというものがありました。ただ問題はちょっと大きいんですよね。モジュールの大きさこんな大きさなんですよね。明らかにケースはみ出してます。で、厚さも厚すぎます。なので電源側ですね。こちら電源基板側になるので、今回はケースなしですね。操作側はケースがないと使いにくいんですけどね。こちらなしでも大丈夫だと思います。簡単な何かに入れて使うことにします。高圧基板から伸びるコードはこれを使用します。極性とか書いてないですけどね。若干細いので心配ではありますが、まあ 3.3V なので大丈夫でしょう。コードは約1メートルほどですね。で、切ってしまいます。コードに曲線が書いてないので、プラスマイナスを探します。では、組み込んでいきます。コードの抜け止めとしてタイラップで留めておきます。
これで OK ですね。接続が終わったので、高圧基板からこちらの調整基板に入っている電圧を確認しておきます。3V くらいですね。次に調整基板のダイヤルをマックスにした状態で LED に出力している電圧です。約 2V ぐらいですね。これだとつかないですね、LED。なので、調整基板の電圧を上げて、約 3V ほどが出力しているように調整します。LED も点灯してきました。3V に調整と言いましたが、2.85V ぐらいで十分な明るさなので、これぐらいにしておきます。余裕を持たせてですね。これで十分調整ができます。かなり明るくなりましたね。下向きに向けてこんな感じですね。これで調整は OK ですね。おそらく LED を繋がない状態だと 5V ぐらい出ちゃってると思います。まあそれは消費してるのでしょうがないですね。で、高圧基板なんですが、ケースに入れない予定でしたが、ケースを印刷しました。これに入れていきます。このままでは入らないので一度ハンダ付けを外します。そして蓋をしておきます。これで高圧基板 OK ですね。この方が圧倒的にいいですね。そして調整基板側も蓋をしておきます。これでほぼ完成みたいなもんですね。最初の動作確認をします。これで全開ですね。特にちらつきもないですね。使用するのは下向きです。実際に顕微鏡に取り付けてみます。顕微鏡への取り付けには、この部分に3ミリの穴が開けてあるんですよね。この穴にネジを入れて固定します。ネジの長さが短いんですけど、こちら綿棒の切れ端ですね。これを入れて、ネジを回していくと、綿棒が出てきて傷防止の固定になります。こんな感じで固定します。使用する顕微鏡というか実体顕微鏡がこちらですね。宝山のものです。こちらのリングがこんな感じでつきます。こ
こんな感じで結構がっちり固定できるんですよね。で、電源を入れると、こんな感じになります。結構いい感じに作れたんじゃないですかね。実際本体で影になるので、これで使いやすくなると思います。実体顕微鏡の接眼レンズをカメラで直撮りしてみました。こんな感じの暗さですね。これを電源を入れると、このぐらい明るくなります。肉眼だともう少し明るく見えますが、カメラだとこんぐらいですね。これでかなり使いやすくなると思います。ということで今回は顕微鏡用のリングライトを DIY してみました。このチャンネルでは今回のような DIY やジャンク品取りをしています。内容がいいねと思ったらグッドボタン、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。